すごい人間としてもう女優としてもすげえなって思う人が2人いて、ぼーっとしてるっていうか自分の中で撮影始まってんだよ。わ、かっこいい。童貞の AD がいた。そいつがこいつが洗ってから渡してきたんだけど20年前の業界と今の業界なんか違いありますか？まあすっごい真面目。真面目、また真面目。ものすごい真面目。業界が。今、オッケー、マスナリ君が真面目だ。業界が真面目。どう？そういう好きですか？面白くない。もう合わせるけど飛んでそうお金にだらしなかったなっていうイメージもなんかあったし、やっぱりすごい儲かってた業界だったから当時は、今は全然もう今と比べ物にならないぐらい、すっごい真面目になって、そういう意味ではつまんないかなちょっと。ただ女優さんがレベルはすごい上がってて、やる気もすごいみんなあるから、そういう点では面白い。だからなんかプラスとマイナスがちょうどうかな。でもなんか面白くなってきたって言って。業界はね、業界はなんか女優さんは面白くなった？女優さんはすごい良くなってると思う。めちゃめちゃちょっとびっくりしたもん、戻ってきた時。本当？1年半ぐらいだいたい間空いてて、業界いない時期が戻ってきて本当にびっくりした。昔の女優さんってどんな感じでしたか？私今の業界しか知らないけど。正直言っちゃうと、今の女優さん全員ギャラが一桁多くていい世界だったっていうレベルだった。だからレベルがもう段違い。ビジュアルもルックスもそうだし、こんな一生懸命なんだみんなと思って。こんな一生懸命やる一生懸命ですよ。何時終わり今日って朝からケツあんだけど、彼氏のバースデーイベントなんだけど、ホストかいっつってホストかいっつってそういうこう入れられないの今のゲーム。本当にレベルがびっくりした。いい意味で？いい意味で。よかった、戻ってきてくれてありがとう。びっくりした。いくぞ、正宗監督。なんで真面目？いや、ダメ。なんでですか？なんで？なんでやんす？その顔大丈夫？その顔多分ずっと大丈夫だよ。ダメか。監督としてなんか目標とか夢ありますか？これもないですね。やめて、もう困る。いやだってもう20年やって夢と希望ないと。何本撮ったと思ってんの？もう夢と希望ないといい作品撮れないんじゃないですか？いやそんなことないよ。本当？がもう撮りたい、こんなの俺は撮りたいんだって言って業界に入ってきたタイプの人間じゃないから。でも確かに大学もう1年やるのを逃げてこの業界に来た人間だからおいで。だからそんなねないんですよ本当に、こういうの撮りたいなとか。だって撮ったもん全部撮りたいの、ただこの先も多分いい女優さん出てくるから、そういう人は撮れればいいな。オッケー。そういう人が来てくれればいいなっていうだけ。現場に前の質問とちょっと前後しちゃうんだけど、監督としてはもうやりたいことない。僕が業界にいることも含めて、女優さんの中で、この人すごい人間としても女優としてもすげえなって思う人が2人いて、その人に監督やってもらって、僕はその現場で AD をしたい。いいね。名前言っていいですか？いいよ。南りおなちゃんとつぼみさん。つぼみさんかわいい。みなりおはもう何本も結構撮らせてもらって、イベントにも呼んでもらったりして、だけど女優として完璧だと思うんだよね。その撮影もそうだし、女優として世に出る時の、例えばイベントだったりとか、あとは SNS の使い方とかがもうパーフェクトだと思うのよ。みなりおなって。ちょっと見てみる。本当にね、全女優さんのプロダクションはみなりおのツイッターを全部プリントアウトして最初に見せるべき。いいね。 SNS はこう使いなさいよって。見てみます。すっごい俺嫌なのが、女優ってどういう職業なのって分かってないんじゃないってちょっと最近思うことがあって。例えばその性に関して、例えばダメだよ、本当にダメだけど、女優さんに性器の画像を DM で送る、もうやめて。やめてなの確かに。でももっと上手い返し方あるんじゃない？あなた女優でしょって俺は思うのよ。私よくもらいます。みんな多分そうだと思うのよ。で、送るなら俺に送ってこいって言ったことあるんだけど、俺には一回も来てないんだけど、他の監督には時々来るらしいんだよ。なんで俺には来ないの？私の声俺には来ないんだよな。送ってください。純ラブジョイにこの写真を送りたかったら増則監督の方にお願いします。お願いします。男も好きですよね。男は好きじゃないよ。じゃあただ彼女はニューハーフ。それ女ですよ。意味ない。じゃあもう送れなくていいよ。で、送るのは本当にダメなことだよ。
もちろん単純に犯罪だしダメなんだけど、なんかもっと上手な返し方あるでしょって。上手なのよ。私に送ってきても点数つけてリストにして晒しちゃうぞとかなんかもうちょっとさいい返し方あるじゃんと思って。で SNS っていいとこもあるけど、役に立たないじゃん結構。昔の女優さんって使ってなかったんです。まあなかったからね。なかったから。23さんって結構ほらもう何万人ってフォロワーつく人いっぱいいるじゃない、でもその人の作品何万本も毎回売れてるかって売れてないじゃない。でもそう、まあツイッターで人気や、だから買ってない人が9割以上いるわけじゃん、フォロワーに、だそういう人がやっぱ買いたくなるようなとしてのキャラクターを演じてほしいんですよ。それが今の13なら俺はできるんじゃないって。昔見てた13とやっぱレベルが違うから、もっとできるんじゃないっていう、思うんだよ。普通に送んないで通報します。なんとかの画像送ってきた人、いついつ送ってきた人弁護士通して大体何百万取りました、裁判終わりましたみたいな、そんなのは水面下でやってください。いやもちろんそれやってもいいよ。やっていいけど、共有としてなんか私そういう目で見ないでとかな、正しいは正しい。最近ちょっと目にしたのは、しつこくいろんな13に会いたい会いたいってくるやつがいて、会いません、じゃあ会いませんよって、最初のうちは頑張ってんだよね。そのイベントとかあったらぜひ来てくださいみたいな、それもいやそれプライベートでやりたいみたいなDM じゃなくてもうリプライでやってるそこもいやそういうのってなくならないんだよね絶対に。まあ仕方ない。そうこの業界絶対になくならないし、その人が辞めたとしてもまたそれをやるやつがくるこの後生まれてね、今多分5歳ぐらいのやつが10何年後のや同じようなことをずっとそれを繰り返すだけなんだから、そこを厳しいこと言ってやめさせるよりも、もうちょっとなんかやり方ないかなって、そういうのがうまい女優さんは何人かいて、そのうちの一人が僕はもう南里央奈ちゃん。見ます。みんなそのツイッター見てみよう。いやファンがね大好きなのよ南里央のこと。一回イベントでその行った時も一回お客さんとして、招待されてちょっと客側で見てて、で次回ちょっと呼ぶんで今回見ててくださいって言われて、いやこれは関係性いいなと思って、適度な距離感をずっと保ってるし、例えば仕事でも南里央の話ばっかしてる、ごめんねなんか大好きなのよ女優としてすっごい好きなの。すごくてあの子、初めて撮った日のことをすっごい俺覚えてて、最初説明今日こういう役で、こんな感じなんですけど、すごいなんかポーっとしてんの聞いてんかなと思ってで男優さんがすごいAD の頃からずっと知ってる男優さんで、じゃあ5分後行きましょうかっつってちょっと寮から離れて男優さんに「あの子大丈夫ですか?」っつって「話聞いてるんですかね?」って「あの子全然大丈夫ですよ」って言われて「本当ですか?」っつって全然話聞いて、なんか返事も大丈夫かなって始まったら、もうこっちがやってほしいことプラスアルファでもう120点のものを、だってこれ多分これ俺の予想なんだけど、そのぼーっとしてるっていうか、もう自分の中で撮影始まってんだよね多分。かっこいい多分、だからそのなってる時の南里央は絶好調の時で、逆に南里央が新しい新ネタとかで結構新しいネタで俺結構呼ぶことが昔多くて、一シーン南里央のシーンがあると助かるからこっちが、これはちょっと難しいやつだなって時はすごい逆に聞いてくる。ここどうしたらいいみたいな、こっちはこうでこうだからかなみたいな、それでもちゃんとやってくれるけど、ポーっとしてる時は絶好調の時だね、もう完璧に作り上げてる。かっこいい。そう他の監督の現場でチラッと見たことないけど、そうなってる時は今日これ大丈夫だなとあとつぼみさんはすごい良かったかわいい。この間初めてお会いして、俺知らなくてあんまつぼみさんのこと、ちょうど俺が業界にいない間にガーンって、昔からいたんだけどつぼみさんも業界長いから、じわじわ来て、ちょうどこのぐらいの時に俺いなかったから、去年の末ぐらいかな初めて撮ることになって、質問の質が違う。台本見た時の普通の女優さんがする質問よりも違う質問して、この時ってどんな感情でいけばいいですか、感情のことをすごい聞いてきて、初めて聞かれた感情まで聞かれたの初めてと思って、でこうで言ったらもうバッチリ。ツイッターにもこれ載せたんだけど、最後つぼみさん帰った後に片付けやって控室バッて入ったら着てたガウンがきれいに畳んであって、お弁当の殻もきれいにまとめて、最初やばい私やばいよ。でゴミは全部捨ててあるし、ゴミは捨てる。使った指輪とか小物とかもジップロック入ってたのきれいに戻してきれいに整頓してテーブルに広げてあって、もうそれを見たアルゼンチン人の AD がもう男優は見習えみんなっつってそうだなっつって、使ったコンドーム散らかすわタオル引っ掛けて帰るわ
もうあの人クラスになってそれやるんだちゃんとと思って、いやちょっとあっぱれだなと思って。つぼみさんすごい。今の冗談も上手に回してくれるしね。つぼみさんとちょっと若手の共演作だったんですよ、ビーガンの子。うららかーな名前が俺出てこなくて大丈夫、大好き。ほんとビーガンの2人。あの子キャピキャピしてる。まあうららちゃんは元気で、つぼみさんほがらかに。監督になりたい方にアドバイスありますか？はっきり言ってよそから見たらブラックですよ。寝る時間も AD なんかないし、やること山ほどあるし、若手の新人の AD とかに仕事を教えろって言われても教えられることなんてはっきり言ってほとんどなくて、物の名前とかその時はこれ使うってあるけど、撮影なんて毎回違うじゃない、スタッフとさ、スタジオとシリーズが一緒でも来る女優さん違うから対応も違うし、教えろって言われてもこっちがこの時はこうだってはっきり言葉で教えるのってできないことの方が多いから、ただできないと怒られるしっていう不条理な世界だけど、業界ってさ、ほんとやべえ人しかいないじゃない、ねだってさ、人前でさってさ、それ撮影してさ、最高でそれさ、写真も撮ってさ、デザインしてさね、文字入れてさ、最高、ね、何やってんのって話じゃん、ね、でも変な人しかいないから幸せ。そうだからそんな世界なんてないからだって18歳未満入れないからね、この世界、社会科言語なんかできないんだから、こんな世界見れることなんて、もう人生でこの業界を見たやつなんて人類史上何人いるしかいないじゃん、それをやっぱ楽しんでほしい。いや俺すっごい笑ったことが昔ちょっと前にあって、正則の前にカリ君っていう監督名で、違うね、ちょっと前の女優さんがカリ君って呼ばれてんだけど、とある女優さん撮影終了後に、なんか風呂場からね、カリ君ちょっと来てって言われて、どうしたのって言ったら、童貞の AD がいたの。本当の童貞。付き合ったことも。おいしそうそいつが、こいつがタンポン洗ってから渡してきたんだけどお前何やってんだよっつって、すいません汚いまま渡したら失礼かと思って、でも開けて水で洗って渡した。これ童貞じゃなくてもやばいです。いや、そんなやつがさ、それはその場では怒って、お前何やってんだよっつって怒ったけど、めちゃめちゃおもろいじゃん。めちゃめちゃおもろいし、多分本人もそいつは辞めちゃったんだけど、業界絶対さ、この先そんな経験したやついないじゃん。いないね。タンポン洗って女優に渡して怒られたやつなんか世の中に多分そいつしかいないと思うんだよ。でしょ、世界に一人かもしれないじゃん、下手したら。そんなさ経験できることなんかないじゃない、怒られたとしても、ね、いい経験だし。いい経験。いや、いい経験だよ絶対。洗ったタンポン、女優に洗ったタンポン渡して怒られるんだよ。いるよ絶対。純ラブ女優に洗ったタンポン渡して怒られたい視聴者いる。いや、私笑うけどどうもいるよ。そんな経験金払ってでもしたいよってやつはいるんだから。終わってる人多いですね。そうだから、そんなね業界に入れることをなんかもっとね、楽しんでほしいし、楽しんでます。あとはやっぱ一本取るまではやめないでほしいかな。その AD の苦しいの3年、そう俺はきつかったけど、楽しくもあったから、俺はそうやって耐えてきたっつうとちょっとなんか社畜みてえだけど、それで3年間いい経験したなと思って。よかった。増則監督に対してとは何ですか？おー、深いよね。深い。一応書いたんだけどさ、いや書いた。これはねちょっとね難しいなと思って、で一生懸命、みんなで真面目に取り組んでない世界の方がいいじゃんって。見たファンタジー？いいじゃん。いいんじゃない？この後もね抱くし俺。抱く。この後抱くから。ぐらいに思ってて、どうせこの後やってんだろって。でもコメントも来るよ。絶対ですね。それでいいと思う俺。で、もう DM こっちがいい。DM 来ていいと思う俺。でも興味ない。いや13に私もういいと思う。僕どうですか？僕の童貞もらってくださいって。それよく来る。それは嬉しい。童貞もらってください。それ幸せ。それでいいじゃんって監督はみんな犯罪者それでいいじゃん。違うけどね。違うけど、いやなんかそのぐらいで言われてる方がいいなと思って。なんで？女優を女を食い物にしてどのこうのって、そうでやんすって違うんだけど、別にそれね意地張って違うっていうような世界でもねえなと思って
最近そうプライドはってやってるんです。ないそれは思いながらこのインタビュー番組出ていいんですかって全部発表してくれたからもういいのそんなんないの。だって俺なんかサイン書いてくださいって言って本名書いちゃうんだから漢字で書いちゃうって書いちゃうんだからないのプライドなんかって娯楽です。娯楽、じゃあ皆さん今回の監督正則さんのインタビューはいかがでしたか？もう終わり？今来たばっかりじゃないこれパート1パート2になるはず出演してくれてありがとうございます。歴代最低視聴回数だったらどうしよう。それ関係ない。私それ求めてそれ視聴回数だったらなんか俺罰ゲームやりますわ。俺1週間だって、視聴回数が最低だったら罰ゲームやりますよ。じゃあ OK はい皆さんということですね。今回の動画をご覧いただき Thank you very much。 バイバイ。何手振りして